はい、内山光一のザ・ゴドチャンネル。はい。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日もと言ってますけども、3回目なんですけどね。そうね。はい、続けて3人目の方、お聞きしていきたいと思います。もう、はい。来ておられますので、お願いします。もう来ておられるんですか？そうですね。うん。本当は皆さんね、本当に多くの方は待っておられると思います。ただ私たちがね、なかなかこれを続けてやらないもんですから、うん、頑張ってやらなくちゃいけませんね。ですね。一人でも多くの方をね、の方のお言葉を伝えたいと思います。はい。はい、それでは合唱お願いします。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、今、頭上に来ておられる方、エレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。先ほどから、お待たせしまして、申し訳ございません。よろしくお願いします。エレナさんの方にお入りいただきますようお願いいたします。うん。はい。うん。ごいただきましてありがとうございます。はい。はい。それでは、お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。イザナギの御事である。イザナギの御事様をいただきまして、誠にありがとうございます。うん。はい。初期の頃、この礼儀を始めた初期の頃、いろいろと教えていただいたかと思います。うん。久しぶりでございます。お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。うん。はい。まあ、最初の、この、火の元の国というのを作ったのは私たちである。それがその後、様々に変遷をして、今の世になっているということであるが、過ぎてみればほんの一瞬の出来事であったと言えると思う。だがその途中にあっては、その一つ一つが長い時を感じさせるものであったというのもまた事実であります。そうして歴史というものが次から次へと展開されるも、その事実を曲げて伝えられていくことの悲しみを感じておりました。なぜそのように紆余曲折しながら事実を事実と認めず、ありもしないことを実際にあったことのように語り継いで歴史が編まれていくということは、まさにこれ人間のなせる技だということである。長い間、この歴史がねじ曲げられ、本来のこととは違う話として今日まで語り継がれているということになっている。これはこれから後においても同じように歴史をねじ曲げて伝えていくものが出てくるということを示している。であるならば、それは本来あってはならないことであり、
ありもしなかったことを語り継ぐことによって、さらにその先の歴史が変わっていくということになっているから、これを貫いて見たとき、俯瞰して見たときに、この国の歴史は信頼するに足りないということになるのである。それは誠に憂うべきことであり、本来の姿へと戻していきたいと思うのであります。今更それを元に戻したところで、現在のあり方にというものが変わっていくことができるかどうか、その保証の限りではない。しかし、それでもやはり、正すものは正していかねばならんというふうに思うのであります。数多くの出来事が事実とは違う話となって伝わっており、実際にあったことがなかったこととされ、また逆になかったことが初めからあったことのように語り継がれていくことに大きな違和感を感じるのである。それはこの火の元の国だけではなく、他国においても当たり前のように行われているものである。これは人間の欲がなすことである。悪しき欲というものが本当にないならば、そのような世界にはならないのである。本来目指すべきは、あるものはある、ないものはないと、事実を述べ伝えることができる世の中を作らねばならないと思うのです。これから後の世の中において、この日本という国が今後大きく世界にとって意味のある存在となっていくこと、リーダーシップをとっていく、そのことが決まっていればこそ、なお一層歴史上に起きたことの過ちや隠蔽、そしてねじ曲げてきたという事実、これらについて、今一度正しき方向へと戻していただきたいと思うのであります。そのことができてこそ、初めてこれから後の輝かしき未来を作っていくことができるのだということを伝えておきます。以上です。ありがとうございます。はい。そのことについてはもう、イルカの時代に大きくねじ曲げられたという現実があります。多分そういったことがあちこちで起きていると思います。うん、なので、これは、今私たちがこうやって、天上界の方とお話しできる、今のうちにこの日本の歴史を、本当に歴史を一から正しいものを正しいと、あるべきものをあったこととして出していきたいと思っています。できれば天上界との力を
借りながら、書籍として出したいと思いますので、うん。どうか今後ともよろしくお願いいたします。うん。はい。はい。だんだんとその体制が私たちの方もできてきてますので、よろうん。しくお願いしたいと思います。はい。はい。構成についてはまたご相談させていただければと思いますので、よろしくお願いします。うん。はい。それでは、ありがとうございました。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとはい。エレナさん。う。はい。うん。以前ね、イルカの物語作ろうかって言った時にね、うん。あまり天井画の方乗り気じゃなかったところ、うん。やっとお許しが出ましたね。ようやくね。ようやくおりましたね。ねイルカの怨念がなくなったからかもしれませんけどね。わかりませんが。え。うん。うん、ようやくね、亡くなりまして、まあ、天上界の方とね、お話し合いしながら、大きな地球の歴史というのもいるし、それかうん。ら日本の歴史もいりますよね。そうですね。ですね。人類の歴史というものも一つありながら、日本はうん。日本の歴史というものも、その中に多分リンクすることいっぱいあると思うんですよ。はい。うん、そういったものをね、教えていただければと思ってます。うん。それと、ぜひとも、これは本当に私の、思い出申し訳ないですけども、イルカ物語、お願いそうですね。できればなと思ってますね。そこがね、うやっぱりん。大きく変わった根本のところですからね。はい。まあ、そこはそことして、まあ、日本の歴史の中のほんの一点としてね、うん。それを取り出して一つの書籍にね、できればいいなと思ってますね。うん。はい。うん。そのように考えてます。はい。そうでうん。すね。うん。ね、なんか、2011年頃、同じようなこと言ってましたね、何かね、書籍の話ね。そうですね。もう10ね。年、13年くらい前の話ですかね。ですね。はうん。い。うん。でね、うん、夏目漱石先生が来られて、ね、うん。物語やるってことだったんですけどね、書はい。籍をってことだったんですけど、本当かなーなんて思ってね、言ってましてね。うん。うん、じゃあ、本当かどうかちょっと試しに何かちょっと下ろしてくれませんかって言ってね、下ろうん。していただいたのが、うん。太陽の時期だったかな、太陽の時代か。時代か季節か、なんかそんあ、な、ごめんなさい。太陽の季節だった。太陽の季節でね。すね。うん、本当うん。に短いね。うん。そうですね。下ろしていただいて。恋愛小短編。説ですね。短編小説ですね。はい。はい。うん、恋愛小説でしたね。うで、ん。その文脈がね、ああ、間違いないな。ってことでね、始めたのが一番最初だったですかね。ああ、はい。ですね。そうですね。はい。それからね、いろんな方がいっぱい下ろされてくうん。れてね、いただいてね、10冊ぐらい確か出したかと思いますね。うん。まだ中途半端になってるところもありますし、まだこのね、一本指で文字起こしてないのもそのまま残ってますけども、はい。皆さんにお願いしたいところあるんですけどね、音声がね、はっきりしてないところがいっぱいありましてね、なかなかお願いできなくて。うん、昔のあれだからね、そうですね。音がはい。悪くて。うん。うん。今年の1月にもちょっとやったんですけどね、やはり音声が悪くて分からない部分がありましてね。うん、それを今宿泊しながら作ってるところなんですけども。私たちの準備が万全でなかったとですね。いうことですうん。ね。はい。なんかこもうね、うう、うん、ん。スタッフも揃ってきたし、もういいかなと思いますね。うん。はい。ねえ、なんかね。録音する体うん、制がちゃんとなってなかったんですよね。そうまあ、できてるですね。はい。つもりだったんだけど。はい。うん。年末にね、少しね、休みを取らせていただいて、録音をね、しっかりしていきたいと思いますので、はい。皆さんね、期待していただいてって言っても、それをね、文字起こしして、文章にするまでまだちょっと時間かかるかもしれませんけど、でも、うん。やっていきますんで、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ今日はこれで終わります。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。
魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。